こんにちは。煎茶道をやってます。直弘と申します。このチャンネルではですね、僕が煎茶道を通して学んだ日本茶の素晴らしいところを皆さんとシェアしております。今日お話しするのはですね、日本人のなんともはっきりしない姿勢ってあれなんでなんだろうねという話をしていきたいと思います。もしあなたが、日本人であったらですね、外国の方と接したり、外国に旅行に行った時に随分人との接し方が日本と外国で違うなぁと感じたこと多分あると思うんですね。もしくはあなたが外国人だったとしたら、日本人でない方だったとしたら、日本人って何考えてるかよくわかんねえなって思ったこと多分1回ぐらいはあると思うんですね。あれって何なんだろうかなーってはっきりしないところではあると思うんですけども、今日はそれについてね、ちょっと僕が煎茶道を通してですね、そういうことだったのかというお話がありましたので、お伝えしていこうかなと思います。はい。で、その日本人のですね、はっきりしない姿勢、これをですね、言葉にしますと、見ねずりというですね、人との接し方、というらしいんですよ。僕ですね、毎週一度ですね、煎茶道の稽古あるんですけども、その時ですね、自分がお手前さんとしてですね、先生とか、あと、一緒に稽古されている方に、お茶を入れて出すんですけども、その時ですね、お茶を差し上げますという、挨拶をするんですけど、その時ですね、僕がいますね。で、正面にお客さんとなる方々が座っているんですけども、で、一番ですね、自分から見て右側の方が正客さんといって、一番の正式なお客さんという感じなんですけども、その方に、今正面を向いてるんですけど、挨拶するときは、ちょっと、斜めを向いて、お茶を差し上げますっていう風に言うんですね。これなんでかっていうと、だってね、正面にいるんだから、正面向いて挨拶した方が良さそうじゃないですか。ちゃんと目を見て挨拶しましょうってね、学校でも習いますけども、ただそこはですね、ちゃんと前も向いて目を見て挨拶しましょうっていうのは、近代日本の人との接し方を推奨されているやり方でして、それより以前っていうのは、正面を外す方が尊敬の念、敬意を表しているっていう風に、捉えられていたんですね。で、そういう姿勢が茶道の中にはまだ残っておりまして、煎茶の場合もですね、お茶を入れまして、で茶卓に乗せていきます。5客あるんですけどね、5人分のお茶をですね、5つの茶卓に一つ一つ乗せていって、乗せ終わりました。じゃあもういつでもお茶を出す準備整いましたっていう時も、一つ茶卓を取って、この手をちょっとだけずらすんですよ。で、ちょっとだけずらしてお客さんに出すと。これもですね、またちょっとずらす。それが敬意を表してますよっていう表現になっているようなんですね。で、それはお客さんに対しての敬意の表れもあるんですけども、お茶そのものに対しての敬意も表しているっていう風に言われたりしているようなんですね。僕はそのように感じております。今の段階だと。これは諸説あるとは思うんですけども、というのもやっぱりお客さんがですね、自分のお茶会に時間を作って足を運んでくださった。それに対して敬意を表するっていうのはもちろんそうですし、来てくれたお客さんに振る舞えるお茶、この一杯ができるまでに一体どれだけの、人や自然が関わっているのかと考えたら、やっぱり敬意を表さずにはいられないっていうのがもう根本的なところだと思うんですよ。ちょっと話が飛躍してしまいますけども、お茶って、植物じゃないですか。お茶っ葉になってるともう製品としてしか見れないんですけども、その加工過程では最初はやっぱり種からできてて、でそこで土に植えられて育っていって葉っぱにできて、でそこから加工されてって感じなんですけども、その種だってね、まず命ですし、でその種を植える土、その土もですね、もうあれは自然に土が1センチ積み重なるだけでも動物の死骸や糞、あと植物の枯れ葉、そういったものが100年かかってやっと1センチの土ができるっていう風に言われてるんですね。本当にだから命の塊ですよ。
なんだろうな、屍の塊、亡骸の塊みたいなものが土ってあるわけで、そこに命を入れると。で、そこからまた新しい命が育ってくると。その中で雨が降ったり、お日様の太陽も必要ですし、ある程度やっぱり霧が出てた方がなんだろうな、良かったりとか、そういうなんか生育条件あるみたいなんですけども、そういったものもこう人間の力が及ばないところじゃないですか。でもなんとか自然の力を借りて、なんとかかんとか毎回こう茶葉っていうものは作られていると。で、そんなものすごい大変な思いをしてできた茶葉が今こうして自分の目の前にあるっていう、その事実がですね、本当に千利休さんの言葉にもありますけども、一期一会だなと。同じお茶ですけども、全く毎回同じわけではないですし、毎回違うと。ただ自分の気持ちとしては、どんなお客さんに対してもどんな時でも同じ気持ちで感謝を込めて、誠意を込めて、お茶を入れていきましょうっていうね、そういうところがですね、込められているんだな、お茶、この茶道っていうなんですかね、このなんですかね、文化にですね込められているんだなというふうに思いました。で、ちょっとねお話が飛んでしまいましたけども、峰釣りの話ですね。なのでだからその峰釣りってね、日本住んでる方でもあんまりこう意識、そもそもその言葉聞いたことないっていう方の方がぶっちゃけ多いと思うんですよ。僕もですねお茶するまでその峰釣りっていう言葉知りませんでした。峰釣りってその峰ってこの刀あるじゃないですか。日本刀の刀。日本刀って向こう側の刃は切れるけど自分に向いてる刃は切れない。こっちの方を峰って言うんですけど、この峰と峰をこう合わせると。そういうところから来てるらしいんですけども、つまり切れないわけですよね。そのぶつかり合わない。傷つけ合わない。そういったところがあるのが日本古来のですね、考え方だったようで、そもそもやっぱり争いを避けることが一番いいでしょうっていうのが、武士の世界でももともとはあったんでしょうね。それが、茶道の方にもね影響を与えているっていうのは何かあるんでしょうね。僕はここの点に関してはまだまだ僕もちょっと、リサーチが足りないので、こうまた調べてですね、なんかこう更新情報あり次第お伝えしていこうかなと思うんですけども、はい。とにかくですね、この峰釣りという、日本人の姿勢はですね、今も脈々と生きているわけですね。言葉を知らなかろうが、そんなお茶なんかやってなかろうが、自然とこう目をあんまり合わせないとか、自然とですね、ぶつからないようにって、物理的にもそうですね、心理的にもそうですけども、そういう人間関係を形成しようとするっていうのは、僕らの中でもう今もしっかりと残っているじゃないですか。そういうところがあるから、やっぱり日本人の人との関わり方っていうのは、だいぶユニークなんだろうなっていう風に言えると思います。はい。ということで今日は、日本人特有のですね、人との接し方、峰釣りについてお話しさせていただきました。ちょっとでもですね、面白いなと思っていただけましたら幸いです。次回以降もですね、このようにお茶に関するお話をですね、紹介していこうと思いますので、もしよろしければですね、チャンネル登録や、高評価の方いただけますと大変励みになります。はい。ということで今日はこの辺にしたいと思います。最後までご清聴どうもありがとうございました。